手術をして、そして来年から。そうですね、まあこの間もちょっと病院で一緒に会ったんですけど、そうでしたか。ちょっと話したんですけど、まあ大丈夫ですと、まあ、頑張りますということだったんで、そうですか。まあけどね、こうやって出てくるっていうことは大事なんでね、まあ頑張ってほしいんですけど、来場所につながるものを得たいと途中出場を決めたという明生。ただその中でも勝利は収めています。御嶽海に肩すかしでの勝利、昨日は竜電に上手ひねりで敗れています。明生、豪ノ山。低く入っていったのは明生。ただここをカイナを決めに行く豪ノ山、前に出る、左を差した、ここで振っていく、小手投げの形、豪ノ山の勝ち。立ち合いかなり時間がかかりました豪ノ山。これで勝って7勝目、勝ち越しまであと1つとしました。明生敗れてこれで1勝3敗。明生はしっかり落ち着いて当たって自分の形になったんですけどね、やっぱこの稽古っていうか稽古不足だとは思うんですけどね、まあ少しやっぱその体に力入ってないのを見て分かる通りね、まあしっかりまわしを取って出てきましたね。ここですね。明生の形、左の四つの形にはしたんですが、よく小手に振っていきました。その時は皮膚と靭帯、血管一本でつながっている状況、そこから手術をして、ほぼ今も右足であったり足首のところは感覚がなかったりっていうそうですけどね。そうですね、なんかそういうね、話を聞くんでね、本当に怪我なくね頑張ってほしいんですけど、9月の再入幕で9勝、今場所はここまで5勝7敗。ただここ2日間は2連勝としています友風。初顔合わせの2人です。欧勝海がついていった、そのまま前に出ていって引きましたが、軍配欧勝海。大丈夫でしょうか。土俵の外かなり飛ばされるような形になりました友風。鏡山さん、だいぶお客さん避けようと思ってなるほどさらに先に行っちゃったんじゃないですか、さあ立ち合いから欧勝海が差しに行くというよりかは少し動いて、立ち合い動いて、やっぱ前に送ってこないということで横に動きながら、落ち着けて出ましたね。そこをやっぱ友風が引くっていう場面で前に出たと。ここですね。ここですね。お客さん避けるとこうなるんですよ。鏡尾さんも何度かこの後後半戦に出てくるんですが、玉鷲関が今度41歳というね、鏡尾さん大先輩でもあると思いますけど、玉鷲より僕が先輩なんで、そうですね。そうです。入ったのが平成16年だったんですけど、年は向こうが上ですけど、なんか鉄人とか書いてあったのを見たんですけど、間違いないですね。鉄人だと思います。さあ時間です。ご当所佐田の海、体で当たっていく、獅司は突き放し、前に出てきた佐田の海、抱える形ですが、ここはうまくひねりました。佐田の海勝ちました。3連敗でしたが、すでに負け越しは決まっている中で4勝目。ご当所力士、立ち合いからこれが佐田の海の形でしたね。そうですね、差してって言っていたんですけど、獅司がうまいこと2本差して、ちょっとうまいことぐるっと回りましたね。獅司がね、正確2本差して、もうちょっと下から出ていればよかったんですけど、後半身が状態が上がってたということでね、ひねって、ひねりになる、これ何してよく稽古を見る機会が多いんでね、高砂部屋で稽古をよく見させてもらうんですけど、本当に努力かかってね、稽古終わっても最後まで準備運動やら汗をしっかり流して、本当に努力してるな。白黒白黒で来ていますので、昨日が、大野勝に寄り切りで勝ちました。
となると今日は黒なのかと思ってしまうところではありますけど、まあそれはないと思うんですけど、はいまあみんな勝ちたいんでね。ここを8勝目手にすることができるか。2場所ぶりの勝ち越しがかかります。おっと変化、ただ琴勝峰は出ず、下から突き上げていくのは朝紅龍。突っ張り合い、ここで引いた琴勝峰、前に出た朝紅龍。朝紅龍の勝ち。いやー、すごい張り手でした。最後まで引かなかったのは朝紅龍。琴勝峰勝ち越しとはなりませんでした。朝紅龍勝って白星押し出しです。まあ立ち合いはちょっと変化したんですけど、けどね、相手が体重重いと思うんですけど、ね、突っ張りして前に出ないから、やっぱ朝紅龍もしっかり見て最後突き出しっていう感じになったんですけど、下がらないんですね。しっかり当たってこの肘の下持つことによって相手が押しづらくなるんですよね。あ、なるほど。はい、僕も体小さかったんでよく寝かしたらこう受けるんですけど、はい、今場所の千代翔馬はいかがでしょうか。そうですね、まあ自分らしい相撲が取れてね、ここまで8勝4敗ということで、まああと3日あるんでね、はい、まあ、この辺の番付だと2桁で勝ってほしいですけど、体がよく動いてるんじゃないかなと見てますけど。なるほど。幕内での勝ち越しは今年1月以来となりました千代翔馬。代わって大栄翔、この一番で勝ち越しがかかります。ちょっと上ずるような形、ここでバランスを崩したか。大栄翔の勝ち。千代翔馬が尻餅をつくような状況になりました。ちょっと足を滑らせたでしょうか。大栄翔、これで8勝目を手にしました。勝ち越しです。5月の10勝以来の勝ち越しとなりました大栄翔。さあ片目さん、ちょっとここで左足が滑ったんですか。そうですね、ちょっと先に足が入っちゃいましたね。まあけど大栄翔の方がね、下からなんで、まあ圧力があったのかなと。ここが先行してはいます。まあ多分翔猿は前に出ずにね、またこう前に出る力士じゃないんでね、はい、前に出ずに多分見てみなしながら後ろをつくんじゃないかなと。なるほど。予想はしてますね。昨日は阿炎にけ返しで勝って昨日連敗を3でストップ。なんとかこの7敗キープで千秋楽まで勝ち越しの希望を持てるかという翔猿です。湘南の海がついていく。距離を取ろうという翔猿。さあ翔猿が何を繰り出すか。喉は湘南の海、下からあてがっていきます。左が差しました翔猿。ただ前に出てきた。ここで投げにいった翔猿の勝ち。最後は押し込まれましたが少し強引にいったでしょうか。まあ左から救いましたね。もっと湘南の海がもっとこうね、抱えてもっとこう小手下から出ればよかったんですけど、はい、この立ち合いからここでちょっと翔猿が距離を取るような形になりましたね。そうですね、自分から差して止めてはいるんですけど、はい、まあ、この後ですね、ここですね、で抱えるんですけどしっかり固定しないで出ていったんで、その分振られました、ね。ああ、なるほど、ここですね。はい、しっかり固定してできると、対する翠富士は先場所9月場所は7勝、こちらもあと1つ勝ち星が足りませんでした。ただ今年2025年だけ見ますと2場所で9勝を挙げました。さあ立ち合いです。まず前に出て前に通に行こうという御嶽海か、こう絞っていきます。御嶽海そのまま圧力十分か。
ここはさせてはいない状況。ただ翠富士もなんとか押し返す。御嶽海がこらえます。まだ右は差し切れていない状況。さあここをこらえられるか。もろ差しの形。ここで引いた。前に来た。御嶽海が最後は押し切りました。御嶽海の勝ち。どこで肩透かしが来るかというところではありました。そうですね、はい、まあ、今日は御嶽海のうまいところ出ましたね、少しずつ圧力かけながら土俵際にじめじめに詰めてからのどっち側に来る左。さあ改めて立ち合いからまずは翠富士差していこうというところでしたが完全に入りきらず。そうですね、しっかり脇締めてね、相手に入らさないようにはしてるんですけど、多分翠富士も深く差したら四つになっちまうんで、はい、まあ、ちょっと浅くね差し込んでからの肩透かしを狙ってはいるんですけど、なるほど。まあ、御嶽海の圧力がかかってましたね。落ち着けながらずっと下から、これをものすごいあれなんで圧力かかってる状態からはねこう食わないんで、で横に動いた時にしっかり見て突き出しになりました。阿炎との対戦がこの後組まれています。さあ竜電に金峰山は両力士とも5勝7敗。この対戦でどちらかが負け越しが決まる。まあこれはかなりもちろん一戦一戦ではありますが、そうですね、やっぱより気持ちが入ってきますね。少しね緊張もあると思うんで、はい、まあ、金峰山が一気に出てくるか、有点が止めて自分の流れに、ね、持ち込むかですね。突き押しでいく金峰山。金峰山が前に出て左の上手、ここから一気に出られるか。竜電こらえた。右を差して左の上手は竜電。さあここで竜電が体をつけて最後は寄り切りました。竜電勝って6勝目。金峰山は負け越しが決まりました。竜電は今場所ご覧のように顔試合からかなり強く当たっていく場面もありまして、出血の場面もありましたが、ここはよく竜電こらえましたね。そうですね、金峰山はやっぱね真押し取れない力士なんでね、はい、しっかり押していけばよかったんですけど、やっぱ竜手に左差されて自分が前みつ取る形になったんですけど、まあ、こうなったらやっぱ竜天が上手一枚上なんじゃないか、しっかり頭もつけてるんでね、下から下から攻めて、まあいい取り組みだったと思います。はい、左の上手に右は前みつを取っていました竜電。まあ、僕は生回路ってたくさん言われたんですけど、はい、まあその字を変えろって言われたんですけど、まあ最初からもらった名前だったんでね、ずっと変えずに21年間やってきたんで、はい、神尾さんそのままね国籍も日本国籍取得した時も鏡尾さんで、そうですよ、名字は鏡尾っていうね、まあやっぱ14歳で来て初土俵踏んだ時からね親方にもらって名前をね、それでやっぱ国籍取ろうと思って名字にしたんですけど、なるほど、はい、さあ八勝同士の2人、突き押し一山本下からあてがっていく。ローガンこらえる。野々はここで前に出る。ちょっと滑らせたがローガンが捕まえます。ローガ有利の体勢か、向こうはどうか。一山本は頭をつけていきます。ここで頭を下ろして引きに行きましたが、一山本前に出た。右も刺さっていました。一山本勝ちました。これで6連勝。一瞬バランスを崩して少しローが有利の体勢になるかと思ったんです。立ち合いからは一山本突き放していきましたね。そうですね、まあ押し取らせないように巻いていってたんですけど、ローがうまいことを手繰って、まあ、右刺したんですけどね、ここでやっぱ一山本頭つけてるんでね、まあ、ローガが左の上手取りに行った時に山本に前道取られたと思うんで、でここをね頭を上げて自分が下にならないっていう、ここにやっぱ振って取ろうとしてるんですけど、先に山本に取られて、いい形作らせましたね。120キロ。本当にすごいですよね、この体で。そうですね。
ただ大相撲はこの小兵力士でも勝利を手にする瞬間がある、まさに無差別級ヘビー級の戦いにはなりますが、だからこそこの勝負論が楽しみになってきます。さあ時間です。鏡尾さん注目の立ち合い。まあね、藤中はいつも両手でついて待ってるんで、相手もなかなか合わせづらいだと思うんですけど、まあこれは一つの作戦なんじゃないかなと。先にいった引いた、しかし残った、ここで引きました。藤野川の勝ち。やはり速攻の攻めついてなかったですね。ついてなかったんですね。阿部まだつかないで立ったんでね、はい、これはちょっと良くないとは思うんですけど、阿部もバレちゃってるんで、そうですね。変わってさあ改めて張り差しでいこうかという阿炎、ここでもろ手突き、前に出てくる、引いていって叩き込みに行くが藤野川、体勢崩れたがここは打っちゃったか。土俵際逆転藤野川、よく体をよじりながらという勝利になりました。いやまずは立ち合い不成立でというところから、そうですね、こう浴びせた時にうまいこといなしましたね。阿炎一回張ってるんですね。そうですね、はい、張り差しでしたね。でまあ阿炎はこれで引くと思うんですけど、はい、逆に藤野川が相手にうまいこと突っ張らさないようにして最後、まあ、やっぱ土俵際は、まあ、足腰の良さも出ましたね。まあ本当にこの体が小さいんでね、こういう相撲しか取れないと思うんですけど、その自分の体を生かしたね、いい取り組みだった。最速での勝ち越しを決めました。時疾風が現在3敗で追いかけます。もちろん勝てばこれからさらに上位との対戦あと2日組まれることにはなりますが、まずはこの吉野富士を迎え撃ちます。さらに2桁10勝もかかるという時疾風、幕内2度目の2桁10勝なるか。初顔合わせの2人です。さあ突っ張っていく、捕まえたの吉野富士、左が差しました。巻き替えに行ってもろ差しの形、粘る、後ろ止めるか。時疾風が投げに行きますが寄り切りました。吉野富士の勝ち。吉野富士9勝目。いやー強い、そのバランス力というのが鏡尾さん光りましたね。そうですね、まあ投げには行ったんですけど、まあね体重差もあると思うんで、圧力でうまいこと回し切って左差してそのまま出てきました。改めて立ち合いからです。立ち合いをお互い差さないように肩と肩でぶつかり合いました、この時点でもう差してるんでね、日本、まあ、この辺はやっぱ重さはあるんじゃないかな。今日は寄り添う語り、鏡尾さんの解説でここまでお送りしてまいりました。後半戦もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半戦ですと時疾風が敗れまして9勝4敗、そして吉野富士の中ではありますが、多くのファンの皆さん声援を飛ばします。平戸海の2勝、美ノ海の0勝という対戦成績。受ける形は美ノ海、下から突き上げていきます平戸海、のど輪で前に出続けました平戸海の勝ち。これはお母さん喜んでます。大きな拍手に包まれました。こういった相撲を見せてくれますとより勝利振り込んでね、まあ、踏み切りも良かったし、であとあたがって前に出て、まあ、休まずに前に出てるのが良かったのかな、まあ平戸海の持ち味なんでね、一気に出ていく。頭2枚目、5場所連続の平幕、際どいところですよね、上との兼ね合いがありますので、9勝6敗だったら可能性あるかもしれないですけど、まあちょっとこの後どうなるか分かんないんで、まあとりあえずね勝って
成績は幕内では1勝1敗という両力士、大野勝、若元春の一番です。さあ若元春は得意の形、左を差していきました。自分の形にした若元春が前に出て寄り切りました。若元春勝ちまして7勝目。左四つの形を立ち合いから一気に作っていきました。大野勝通算、さあ立ち合いからよく伸びてましたね。そうですね、やっぱ、まあ、これを若元春の本当の体勢なんでね、はい、こうなったら本当に強い力士なんでね、していきたいところではありますけどね。そうですね、まだ23歳も本当に若いし、はい、まだ勢いがあるんでね、まあ本当ね、体この大きいんですけど、はい、ね、熱海富士はこう少し相撲のうまさがあるんでね、見てるとやっぱ面白いなと思っていつも見てるんですけど、つけて前に狙いには来ると思うんですけど、熱海富士はやっぱりその巻き替えとかね、そういううまさがあるんでね。組んでからどうなっていくか、まずは立ち合いから。霧島、右をやはり差しに行きました。下からあてがっていきます。それに対して熱海富士止めました。ただ右はしっかりと差しているか霧島、ここでかいなを決める。熱海富士が腰高の状況ではありますが、さあ左はどうか。これでもろ差しの形。霧島有利、前に出る、霧島前に出て最後は釣り上げました。霧島の勝ち、霧島9勝目、これで5連勝としました。いやー、霧島強かった。192キロの熱海富士を最後は釣り上げるような形で。霧島の勝ち。まあ熱海富士も立ち合いは高いんですけど、ここでしっかり押っつけてるんでね、霧島の方が。でここのうまさですね、こう相手に上手当てないようにして自分が下から絞ってで前みつ取ると、はい、で前みつ取った時に相手が差してきたところ2本入るっていう、まあ相撲の基本中の基本ですね。はい、ここですね、この後、はい、これを取って相手が外側に切りに来た時に2本差す。はい、この瞬間、まあ四つ相撲にとみんなね、こういうのは持ってるものなんでね、はい、でしっかりこうあてがってしっかり出ていくと、肘も上げてね、まあこれは霧島の相撲だったり疲れだったり、はい、筋肉の柔らかさだったり、そういういろんなものがあるんですけどね、玉尾さんは本当にここまでね、こういう自分の体を通さずにこうしっかりこう自分の体を準備してね、こういう場所に毎回臨むっていうね、という一番です。さあ注目、組みに行きたい若隆景、玉鷲は一気に出ていくか。玉鷲頭から当たっていく。ここからのど輪、もろ手突きにいった。そのまま出しました。玉鷲強い。アイアンマン、これで6勝目。昨日隆の勝に押し出しで勝って連敗5でストップ。今度は連勝7敗です。立ち合いからそうですね、本当押っつけで一気にのど輪で出てきましたね。まあ本当にね、若い力士が見てほしい取り組みの一つですけどね。そうですか。頭で当たって前に出るっていうね、基本、まあオラが出てくることはないと思います。立ち合いからかなり低く、当たっていくというか入り込んでいくような、もう止めに来てますよね、止めてそこからやっぱオラの相撲というかモチベーションが出るんでね、私も裏スクワットなんていう風に表現したりするんですけど、ちょっと普通の形じゃないですよね、やっぱりね。僕1回だけ取り組みがあるんですけど、オラと新十両の時に、オラが新十両の時にあるんですけど、本当やりづらい力士だなと思いました。なるほど。時間です。
さあ立ち合いかなりやはり低く入ってきた。脇を締めておっつけの状態、左振っていく。上手も最後は振ってから宇良が勝利を収めました。立ち合い宇良がよくこらえました。だからしては珍しい決まり手だったですね、前みつ取るなんてなかなか珍しいと思うんですけど、はい、まあけど低かった分前みつ取って、まあ左前みつからうなしながら前に出ましたね。さあここからです。まあ、立ち合いは本当に低いんでね、ここをつけたまま左前みつを取るんですけど、ここは本当にうまいなと思いますね。でちょっと少し足取りながらっていうか低くねいなしながら下手投げになってるんですけど、ここですね少し膝を押さえて、まあこんな低いとね相手も取りづらいと思うんで、低いですね、はい、低いですね。入れ替わる形で錦富士が上がってきましたので、また継続っていうことですね、なんとか継続したという今場所ではあります。そういう記録もあるんですね。まあ、本当に深いところの歴史でいきますと江戸時代とか正式な歴史ではない歴史というかまあそうですね、記録ではないというところもあったり、もう映像に残ってないもうあると思うんで、錦富士がすでに勝ち越しを決めています。負け越しが決まってしまうという一番高安。さあここは勝利なるか。高安が前に出る。下からあてがっていくのは錦富士。左が刺さるか高安。突っ張っていってここで錦富士が快のを取った。まだ突っ張って錦富士前に出続ける。高安も圧力十分。張ってから快のを取りに行きますが激しい攻防です。ここで喉輪から引いたのは高安。高安に軍配。いやー激しい攻防でした。最後は高安がいなしての勝利。高安なんとか7敗キープ、6勝目を手にしました。さあそれではタッチペン解説金宮さんお願いします。そうですね、まあこの立ち合いですけど、ここですね、しっかり相手に差さないようにしてお互い腕で当たってるんで、その後流れで後ですけど、この後高安がやっぱしっかりこの差さないようにこの肘をしっかり張ってるんで、相手をここ右を差してところなんですけど、やっぱ差さないようにしてたのがポイントなのかなと。なるほど、はい、ここね差すとね相手がやっぱ中に入ってきて一気に出てくるんでね、はい、自分から中にと、これがやっぱこの相手の右と高安左が勝負だったんじゃないかなと。まあ、しっかりね相手に差さないように自分が自然に中にいるっていう状態で、まあ、ここちょっと危ないなと思ったんですけどね、いなされて、まあ、しっかりこう残ってね、やっぱこう相手にさせないはありますが3勝9敗と負け越しがすでに決まっています。対する正代が4勝8敗、こちらも負け越しが決まっていまして、現在正代は2連敗中。調子が悪いわけではないという話もしていました。最後の最後までなんとか白星を積み重ねていくという三役隆の勝。大関経験もあります正代との一番。喉輪で起こしていく隆の勝、前に出た低い相撲です。隆の勝が勝ちました。ちょっと正代は元気がないでしょうか。ご当所熊本出身、喉輪で状態を起こされる形になりました。隆の勝勝って4勝目、正代敗れて9敗目という、さあ今の一番です。まあ、立ち上がりも隆の勝のペースだったから、はい、まあ、しっかり、ね、下からつけて喉輪で起こしたら、まあ、本当にね上でもっと上で活躍する力士かなと。僕いつも欧勝馬はねプライベートで長くしてもらってるので、はい、いつもアドバイスをしてるんですけど、ね、あ、そうですか。もっと低くして前道取ってね頭つけて前に出てほしいとは言ってるんですけど、少しね引く場面が多いんでね、今場所とか、はい、ね、前に出たら次まあ
本当に自分の相撲を取ってね、今場所残りわずかですけど頑張ってほしいですね。なんとか勝利を重ねられるかという両力士。関脇王鵬、そして平幕の欧勝馬、左を差していきます。王鵬、嫌がるような形、投げに強引に行きますが、王鵬最後は出ました。寄り切りました。王鵬勝って5勝目。ちょっと欧勝馬が上体を起こされるような形で強引に行ったんですが、投げることはできませんでした。最近こういう相撲が多いんですよね、はい、それと受けちゃうんで、やっぱね、怪我とか軽くなってね、ここももう立ち上がりも刺されてるんでね、もう状態が起きて、黄金の方がねうまいこと刺して返してるんでね、返してることによって相手を起こしながら出てるんで、なるほど、やっぱそのうまさもあるんでね、これでどうなるかなというちょっとヒヤヒヤの初日ではあったんですけどね。そうですね、初日負けてね、どうなるかと思ったんですけど、ここまでよくね、粘ってここまで10勝2敗で、持ち直してきました。その伯桜鵬、若元春に敗れての2敗という横綱豊昇龍。横綱になってからはまだ優勝がありません。2023年の7月、そして今年の1月優勝があります。2度賜杯を手にしています。対する琴櫻、優勝の目はなくなりましたが、さあ大関というこの地位でまた来場所に向けて力強さを見せられるか。気合が入りました。より歓声、さらに空気感が高まってまいりました。11月の19日に28歳になったという琴櫻。さあ時間です。前に取りに行く。ちょっと横に動いたか琴櫻。右を差す。腰が高い状況。さあこの土俵際、右は入っています豊昇龍。左の上手は琴櫻。右に刺さっているでしょうか。ここで前に出ようというところ、踏ん張っていく。ここで振っていった。引いたのは琴櫻ですが、前に出ました豊昇龍の勝ち。寄り切って豊昇龍勝って2敗キープ、11勝目。低い体勢変わらず。いやただ琴櫻もやはり重かった。そうですね、逆に打ちなった時にどうなるかと思ったんですけど、そうでしたね、前に出ましたね。ここは琴櫻の方少し動いて割ったり取りにいってるんです、はい。ここで一気に出るかなと思ったんですけど、やっぱ重さあるんでね、万全にだと思うんですけど、けどこんな大きい相手でもね、横綱がこうやって組んでもね、余裕を持って相撲取れるんでね、それが横綱の相撲なんじゃないかな。そういうことなんですね、ここね、やっぱここうまいこといなしながらまわしも切ってますんでね、ここをつけても出ましたね。本当に横綱の相撲なんじゃないかと、いい相撲だったと思います。がっぷり四つで右入った、両力士ともに得意な形。そうです、ここしっかり押っつけてるんでね、この押っつけが効いたんじゃないかなと思います。これ豊昇龍強引に投げに行ったんじゃなくて、まわしを切りに行ったんです、まわしを切りに行ったんですね。これ自分が動くことによってまわし、そうですね、体のこの厚みもね、レスリングも相撲と並行してウクライナにいた時は経験をしていました。その体の強さ、そして今鏡王さんからもありましたが、やはりこの柔軟性、もう本当にこれ低い体勢でずっと当たっていくという、低い体勢がねずっと保ってるってなかなか難しいんだよね。けど
横綱は一気に出てくるんでね、はい大里はやっぱ自分のこう体を生かした相撲が得意なんでね、昔はこのちょっと土俵際の甘さとかあったんですけど、最近はそういうの見られないし、見ててやっぱ安心して見れるんだよね、大里は。この2回はちょっともったいないんですけど、はい、昨日勝って連敗を止めてるんでね。隆の勝の時には少し足を滑らしたというそんな負けにはなりました。さあ時間です。大の里、青錦、豊昇龍は2敗をキープ。立ち合いやはり低く当たっていった。張り差し気味にいった青錦、前に出た。大の里の勝ちです。軍配大の里。最後大の里が懸命の突き、ぐっと前に出てきました。大の里勝って11勝目。これでトップ争いは横綱の2人、大の里、豊昇龍。新関脇の青錦は3敗目となりました。今花道を引き上げていきます。前に出切りました大の里。立ち合いから右が入ったんですね。そうですね、一回、低くなるの分かってたんで、一回突き放して、もう一回離したから差して、もう一気に出る、これはもう横綱の相撲なんでね、本当に力強いいい相撲だったと思います。相手に何もさせなかったというところですね、ここですね、こう上げて、もう一回差して、差したら差し込んだところに出るっていうのは、これはやっぱすごいなと、これは横綱の相撲だったんじゃないかな。そうですか。ね、差したら差したところに出るっていうのが基本なんでね。なるほど。相手にプレッシャーかけるために、本当にいい相撲だったと思います。際どいところではありましたが、物言いはつきません。旅でさあ千秋楽、残りは2日間ということになります。中西が今日の弓取り式を務めました。これで13日目が終了しました。残りは明日、明後日。いやまたしびれる展開。青錦もね、いい相撲は取ったとは思いますが、そうですね、これが横綱かというね、低く当たってはいったんですけど、やっぱ、横綱の方が上手上だったかなという取り組みだったんですけどね。さあこの後は鏡尾さんが選ぶ今日の一番です。